地の人から分取るとナンバー覚えて警察に通報してとかいろいろやられて捕まる可能性あるんですけど、観光客って混乱してパニックになって警察にもフランス語だから言えないっていうので泣き寝入りしてくるので、なので狙いやすいんですよね。フランス旅行がしたい20代男性です。先日美術館に行った影響で特にブルターニュ地方に行きたいのですが、友達には金がないと断られたので一人旅になりそうです。海外渡航経験ありません。最高、50万円ぐらいになると思います。そこでお聞きしたいのですが、1、初海外一人旅でフランスは大変でしょうか？いいえ。2、予算についてどう思いますか？十分です。3、安全は確保した上で期間についてのご意見も欲しいです。まともな宿に泊まろうとすると、1日に1万2、3000円ぐらいの予算を考えた方がいいんじゃないかなと思います。おすすめの観光地を教えてほしいです。よろしくお願いします。ということで、肩昆布が僕割と男性にはおすすめしてるんですけど、パリにある地下墓地で骨が2、30万体あるのかな？なのでそれおすすめですと。なのでまあ、2週間、3週間ぐらいでいいんじゃないですかね。まあ僕は別にそのなんかフランス生活しててそこまで危険だなと思ったことはないんですけど、初海外の人であれば多分ちゃんとしたホテルにした方がいいのと、あとトラブル対処が苦手だと思うので、例えば安いホテルに行くと夜中の12時にフロントのドアが閉まってしまうホテルって結構あるんですよ。で、キーコードを入れてくださいっていうので、ここでキーコードを入れるとドアが開くよねっていうパターンとか、あとたまにあるんですけど、それを教えてくれない受付の人とかいて、外から電話して、コード教えてくんねって言われて、教えてもらって入るとかもあるんですよ。高いホテルでそれ見たことないんですけど、安いホテル結構あるんですよ。夜中のフロントに人置かないコスパの問題があるので、っていうのがあって、夜中は自由に人が入れると、やっぱりパーッと入ってきて、物盗んで出てくっていう人も出てるので、締め切っちゃいますっていうの結構あるんですよ。っていうのもあるので、高めの予算の方がそういうトラブルは回避できるかなと。とはいえ、なんか締め出されて大変だったわっていうのが笑い話になるのであれば、別に夜が外出禁止じゃなくて、コードを教わったりとか、夜用の鍵をもらったりとか、なんか一応そういう気を使わなきゃいけない部分があったりするんですよ。それがそのコミュニケーションで、パリだと大体みんな英語喋るんですけど、地方都市とかだとフロントの人が全然英語喋れなくて、そこら辺の説明をちゃんとしてくれないとかっていうのもあったりするので、なのでそこを安全費用と考えるのであれば、多少高いホテルに行った方がいいんじゃないかなと思います。初スパチャ失礼します。彼女が友人とフランスに旅行に行くのですが、フランスの治安や誘拐や、夜女性2人で出歩く危険性などやってはいけないことなどいろいろ教えてほしいです。自分が心配中なこともあり変な心配しすぎかもしれませんが、女性2人ですし、かなり不安なのでいろいろ教えてあげるとありがたいです。まあでも僕別にそんなに治安悪いという気は普通のところ行ってる限りは治安悪い感じはしないんですけど、ただ夜中に他の人がそんなにいないところだったらとっととタクシー乗って移動した方がいいですよ。で、女性1人だったらひったくりとかあるかもしれないですけど、2人でもひったくりはあるかな。ひったくりは普通にありますなのでひったくりが来るだろうという前提で格好をして、要は日本の女の人って肩掛けのなんかおしゃれカバンをつけてる人じゃないですか。こういう肩掛けおしゃれカバン、あれって引っ張ったらボッて持っていけるわけじゃないですか。だからああいうのはつけない。なのでちゃんとバックパックとか、あとスカートを履かない。若い人ってあんまりフランススカート履かないんですよ。でスカート履いてる人っておばあちゃんと子供と観光客なので、若くてスカート履いてる人とか若くておしゃれな格好をしてる人は大体観光客だなって分かってるので、観光客から何か分取った時って大体みんな泣き寝入りしてくれるじゃないですか。現地の人から分取るとナンバー覚えて警察に通報してとかいろいろやられて捕まる可能性あるんですけど、観光客って混乱してパニックになって警察にもフランス語だから言えないっていうので泣き寝入りしてくるので、なので狙いやすいんですよね。まずおしゃれな格好をしている。あとね、なんかそのおしゃれ帽子をかぶってるは間違いなく観光客この幅広い帽子みたいなやつとか、あと地元の人はねあんまりねおしゃれサングラスつけてないんですよ。サングラスつけててもこじんまりとしたシンプルなちょっと色が入ってるよねぐらいなので、塩沢時さんみたいななんかでっかいサングラスとかおばあちゃんとかつけてるけど若い人はつけてません。なのでおしゃれ頑張ってますっていう格好をしてる人は基本的に観光客だってすぐバレるので、普通にパンツで地味な T シャツとかトレーナーとか着てると地元の人に見られます。
まあだからどうだろうね。とはいえ僕別に目の前で犯罪が起きたりとかはあんまり見たことないので、そこまではないとは思うんですけど、ただなんか日本人の人が酸性の液体をかけられたりみたいなのとか、割とたまにちょこちょこ中国の方とかではあったりするので、まあ、目立たない方がいいっすね。はい。いろいろ歩いてる人の中で、なぜその人が狙われて酸性の液体をかけられたのかっていうところで、やっぱ目立っちゃうと、こいつにかけたろってなっちゃうと思うんですよ。で、僕、基本的に汚い格好でいつも、まあ汚くはないんですけど、普通の格好で歩いてるんですけど、本当に僕多分人目につかないと思うんですよ。どこにでもいるアジア人な感じなので。なのであんまりそういう目に合わないんですよね。はい。あと全然関係ないんですけど、先日僕パラグアイに行きましたっていうのをアベプラで言ってて、その後ブラジルに行きましたっていうのをアベプラで言ってたと思うんですけど、パラグアイからシウダットエステっていうパラグアイの町からフォズドイグアスっていう町に行って、でそこからサンパウロ方面にバス乗ったんですよ。で一昨日かなんか3日前ぐらいか、だからそのバス僕が乗ったの10日前ぐらいで、3日前ぐらいに日本人がねバスジャックにあったんですよね。なんか日本人の人でバスジャックにあって、でまず全員裸にされるらしいです。バスジャックにあった人は何か物を隠そうとするっていうのとか、隠せる場所もないし、もうバスジャックに合ってるよねっていうので、全員対抗するという意識をなくすためなんですけど、まず全員上裸にされます。で、携帯電話は全て没収されます。で、没収された上で iPhone はそこで捨てられます。iPhone って場所を追跡する機能があるので、なのでそれがあると捕まりやすくなるから iPhone はその場で捨てられます。なので逆に言うと iPhone は回収可能なので、無理して隠さないで渡してください。で、その日本人の人はポルトガル語分かんなかったらしくて、なんかボッコボコにされたらしいんですよね。銃持ってるハイジャック犯に。で、その後一応助かりましたっていうのはツイッターで上げてたんですけど、っていうのがあるので、皆さんもブラジルでバスに乗る際は気をつけましょうって言っても、気をつけようがないよね、そんなのね。うんだよね。いや、なんかでもね、僕、フォズドイガースのサンパロ経由のとこね、実は2回バス乗ってるんですよね。いろいろあって。なのでね、まあなんかちょっと親近感。はい。笑いながら話じゃないですけどね。なんか笑っちゃうんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。